Japanese Podcast with 4が1万人になりました。洋服はいくらだと思いますか？これは900円です。こんにちは。Japanese Podcast with 4の4です。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話をお届けしています。さて皆さん、今日のテーマは日本の春についてです。はい。その前に皆さんにお伝えしたいことがあります。最近、私の YouTube チャンネル Japanese Podcast with 4が1万人になりました。ありがとうございます。皆さんの、いつもコメントやいいねくださるおかげでここまで来ることができました。すべて皆さんのおかげです。これからもよろしくお願いします。さて、今日なんだけど、今日はちょっと日本の春についてのテーマだから春っぽい服を着てみました。ててーん。ピンクの色、つまり桜をイメージしてこの服を買ってみました。この服はセカンドストリートという中古ショップで購入しました。買いました。皆さん、中古ショップ、日本の中古ショップに行ったことはありますか？日本の中古ショップはいろいろな種類があります。例えば、洋服の中古ショップや車の中古ショップ、あとは何があるかな、家具の中古ショップなどもあります。もしよかったら日本に観光に来たついでにぜひ行ってみてくださいね。もし洋服が買いたかったらセカンドストリートという名前の中古ショップにぜひ行ってみてほしいなと思います。私のおすすめです。たくさん種類がありますし、比較的綺麗なものが置いてあります。それが私がそのショップ、そのセカンドストリートが好きな理由です。ちなみになんですけど、この洋服はいくらだと思いますか？いくらだと思いますか？これは900円です。900円。全然たくさん着たように見えないのに900円で買えました。私はとてもラッキーだなと思いました。春はみんな引っ越しをするシーズンなので、家にあるもう着なくなった洋服や家にあるもう使わないテーブルとかね、あとは椅子とか様々なものをその中古ショップに持って行って売る人も多いです。なのでこの春のシーズンに中古ショップに行くと様々ないいものが置いてあります。こういうものを掘り出し物と言います。通常の価格よりも安く手に入れることができる。そのもののことを掘り出し物と言います。例えば、これって普通ユニクロとか他のお店、ザラとかで買うならもっと例えば4000円、5000円するものだけど、これは掘り出し物なので900円で買うことができました。とてもラッキーだなと思いました。中古ショップに行くと宝探し、何かいいものがあるかなって宝探しをしている気持ちになるので、大人だけどちょっと子供の時のその遊びたいその心、遊び心がワクワクして楽しいなと思います。ぜひ行ってみてくださいね。私がセカンドストリートに行った時に外国の方もたくさん来ていました。日本のこの中古ショップの品質の良さが今だんだん外国の人にも人気になっているみたいです。昨日そういう記事を読みました。皆さんは中古の洋服とか中古のテーブルとか家具とか中古のバイク
車とか買いますか？皆さんは抵抗はないですか？私は少し前までは抵抗がありました。抵抗っていうのは、ちょっと嫌だなって思うことなんだけど、だって誰かが使ったものを自分が使うってなると、ちょっと、新しいものの方が欲しいなって思ったり、私の場合はしていました。でも、ちょっと私の価値観が最近変わってきました。昔は新しくて綺麗なものが良かったけど、最近はこういうね、T シャツのよ、T シャツ、こういうシャツのように、状態がいいなら中古でもいいなって思うようになったし、もし自分が使わないもの、使わない服を持っていたら、他の使いたい人に譲りたいなと思うようになりました。私の服や物を循環させたいなと思うようになりました。だから私はもし使わない洋服や物、例えばテーブルとかね、椅子とかあるならすぐに売って循環をさせるようにしています。これまで私がこのセカンドハンズ、中古品として売ったものとしては、本とかカメラとかね、あとは洋服とかも売ったことがあります。実際の、中古ショップよりもオンラインで自分で出した方が売るときは利益になりますので、私はよくメルカリという中古の売れる買えるアプリを使っています。もちろんその時によって売れると売れないものあるんだけど、もし売れて利益になったら捨てるよりはいいなと思います。皆さんはもし自分がもう使わなくなったものはどうしますか？売りますか？捨てますか？それとも自分で持っておきますか？もしよかったら私のコメント欄にシェアしてくださいね。断捨離っていう言葉が日本ではあるんだけど、それは物を捨てるっていう意味があります。物を捨てる、これを断捨離と言います。今私が使わないものを捨てる、手放す、売ることで自分の中にあるネガティブなエナジーも一緒に手放すことができると思います。手放す、リリースすることでいいエナジーも自分に来ることができるようになると思います。これはちょっと科学的には説明しにくいことなんだけど、私はこれを信じています。なんとなく不安が心の中にたくさんあるとき、あとは将来への悪いことを考えてしまうとき、あとはそのネガティブなエナジーが自分の中にあるときは、できるだけ自分の部屋の中にある使わなそうなものを断捨離するようにしています。捨てます。売ります。なので私のフィリピン人の彼氏はびっくりしました。なんでびっくりするかというと、断捨離をするっていうことは物を捨てるということだから、物をそんなに簡単に捨てるの？もったいないじゃないかというこのクエスチョンから来るこの彼の質問があります。でも私はやっぱり今使わないものを自分の部屋に留めておくよりはリリースするのが好きです。皆さんの国ではどんな考えが主流ですか？もう使わないなら捨てるのが主流ですか？それとももったいないから家にずっとあるのが主流ですか？主流という意味はその国でメインな考え方という意味です。メインになっている方法という意味です。皆さんの国ではどうですか？
ぜひ知りたいのでコメントで教えてくださいね。あと、セカンドハンド、その中古ショップが今盛り上がってる理由としては、日本ではとても物価が上がっていますので、安く買いたいという人ももちろんたくさんいます。やっぱりね、前より価格が上がってますから、家族が多い人にとってはやっぱり安いものがね、欲しいですから、そういう人ももちろんいますが、誰かが大切にしてきたものを自分が引き継ぐという感覚の人も多くなってるんじゃないかなと思います。こういうのを循環と言います。このサイクル。誰かが大切に使って、その後に使う人も大切に使うと。そういう循環が起きてるんじゃないかなと私は思います。あとはリサイクルショップに行ったら一点物の魅力というものもあると思います。一点物の魅力ってさて何でしょうか。一点だけしかない魅力です。例えばユニクロで T シャツを買った時ってたくさんその T シャツって作られていますよね。何個かわからないけどたくさん作られているから他の人が街中で着ていることも結構多くありますよね。これは大量生産されていますから、ユニクロは特に東南アジアのベトナムとかミャンマーとかでね、生産されているからたくさん作られています、服が。それを着るのももちろんいいんだけど、このファストファッションじゃなくて1個だけしかない魅力っていうのもあるんじゃないかなと思います。他の人と違う色とか違うデザインを着ることで自分をより表現できるようになるというのもあると思います。はい。以上で私のこの、セカンドハンズの話をちょっと終わりたいんだけど、皆さん、春といえば新しいスタートをイメージする方が多いんじゃないかなと思います。皆さんは春といえば何をイメージしますか？新しいスタートを切るには、そのセカンドハンズのアプリとかショップ、実際のお店を使ってリリースしたり手放したり売ったり、あとは新しいものを買うのも新しいスタートを切るいいチャンスじゃないかなと思います。そして春といえばやっぱり桜です。最近のニュースとしては日本の首相の、高市早苗さんがアメリカに行ってアメリカの250周年の建国、国が作られてたことを、お祝いする意味でアメリカに250本の桜をプレゼントしたこともニュースで話題になっています。皆さんは桜を見たことがありますか？ぜひ日本に旅行に来る際は桜をね、ぜひ見てほしいなと思います。そして4からのお知らせがあります。3つあります。1つ目はポッドキャストを聞けるようにしました。Spotify や Apple Podcast でも聞けるようになりましたので、例えばお料理しながらとか、あとは会社、学校に通勤しながら聞けるようになりました。ぜひ皆さん〇〇しながら私のポッドキャストを聞いて日本語をね、あとは日本の文化とかを知ってください。あと2番目に字幕を2つ追加します。私のコメント欄でベトナム語とインドネシア語が欲しいという声をいただきました。コメントしてくださる方ありがとうございます。なのでこの2つの字幕を今後の動画からつけるようにしたいなと思います。コメントくれた方ありがとうございます。3つ目は、あとは週に2回このポッドキャストを更新するようにしたいと思います。木曜日と金曜日の日本時間の夜8時に出す予定です。ちょっと緊張しています。
これまで週に1本できるだけ出すように心がけていましたので、スケジュールをね、今日は台本を書いて、今日は編集をしてというふうにちゃんとスケジュールを立てましたので、でもちょっと自分できるかな、できないかなと不安になってる部分もあります。できる限りこのスケジュールに沿って、ポッドキャストを出していきたいと思います。楽しみにしていてくださいね。はい。では早速この日本の春についてのテーマに戻るんだけど、春の伝統的な行事として3月3日のひな祭りというのがあります。皆さん、ひな祭りをご存知ですか？知っていますか？これは別名で女の子の日としても知られています。これは簡単に説明すると、子供の健康をお願いする日であります。つまりは、両親、親が願う子供の健康をお祝いする日です。皆さんもこんな日がありますか？ちなみに、ひな祭りはどこからその伝統ができたかというと、昔中国でそういうお祭りがあったみたいなんだよね。似たような厄払いといって、自分たちの悪いエナジーをリリース、手放すそのお祭りみたいなものがあったみたいなんだよね。それが日本に伝わってきて、それが今のひな祭りの、形として日本では定着しています。ひな祭りは3月3日にあるんだけど、みんなどんなことをするかというと、ご飯を食べるのと、あとはお人形を部屋に飾ります。お人形はなんで飾るかというと、子供に降りかかるネガティブなエナジーを身代わりになってくれるという意味がそのお人形に込められているそうです。私はすごく親の気持ちがね、子供が本当に健康になってほしいということを考えているその気持ちが文化になって素晴らしい文化だなと思う反面、ちょっと自分の思いがその人形に入りそうで怖いなとも思いました。皆さんはどんな風に感じますか？ひな祭りにどんな風に感情が動きますか？もちろん一人一人の幸福を願っているのがこのひな祭りの意味になります。ひな祭りの食べ物の意味がそれぞれあります。4つ食べるものがあるので、これから紹介したいと思います。1つ目はひし餅です。ひし餅。緑なのは健康を意味を込めています。白なのは正常、つまり綺麗であることをイメージしています。桃色なのは魔除け、ネガティブなエナジー、近寄るなということを表し、健やかな成長を願う意味が込められています。2つ目はひなあられです。こんなにちっちゃいスナックみたいなお菓子です。これは4色の色のあられというお菓子で、春夏秋冬、この4つの四季を表していて、一年中この子が幸せに暮らせるようにという意味が込められているみたいです。素敵ですよね。私もこのことを調べているうちにすごい素敵な文化だなと思いました。3つ目はハマグリの吸い物です。ハマグリ、貝というのは一生一つのオスとメスがついペアになることから、この自分の子供も一生一人の人と長く仲良く添い遂げるように、仲良くずっと過ごすようにという意味が込められているみたいです。
4つ目はちらし寿司です。エビが入っています。このエビには長寿の意味が込められています。エビというのは腰が曲がっていますよね。腰が曲がっている。腰が曲がるぐらいおじいちゃんになるまで、おばあちゃんになるまで長生きという意味が込められています。豆も入っています。豆には健康で豆に働くようになどの意味が込められています。ちなみに私が小さい時、例えば5歳とか4歳の時は、家にはひな人形はありませんでしたが、保育園にはありました。保育園というのは、小学校に上がる前の子供たちが昼の間、見てもらえるところなんだよね。託児所っていうんだけど、そこにはひな人形が飾ってました。3月3日の前の、例えば2週間前とかぐらいから飾っていたと思います。家にはひな人形はありませんでした。ひな人形って今も買うことができるんだけど、ちょっと高いです。20万円から60万円。高いものは100万円とかします。最近の家はない家が多いかもしれないです。私の家はありませんでした。小学生とか中学生になった時は、母が3月3日にひなあられのお菓子を私にくれました。私は5人兄弟がいましたので、女の子だけ、他の兄弟は男の子の方が多いんだよね。その女の子だけお菓子をくれたので、特別感がありました。特別感です。今でも、というか今年の3月3日も母にプレゼントをもらいました。嬉しい気持ちになりました。やっぱり特別感っていいですよね。あとは春の、日本の伝統的なというか最近始まったやつなんだけど、それはホワイトデーです。皆さんホワイトデーを知っていますか？バレンタインはご存知ですかね？バレンタインに女の子が男の子にチョコレートを渡しますよね。バレンタインでもらった男の子が返すのがこのホワイトデーの日になります。バレンタインのちょうど1ヶ月後にこのホワイトデーがあります。皆さんの国にはホワイトデーがありますか？もしよかったらコメントでシェアしてくださいね。あとは春の食べ物を紹介していきたいと思います。春の味覚。味覚というのは味という意味です。スーパーとかに行くと春のお野菜。例えば春菊とか。春菊って春っていう漢字がつくんだけど、これお野菜なんだけど、めっちゃ春の感じがして私結構好きなんだよね。春菊。あとは桜フレーバーの〇〇とかも結構売ってます。例えば桜フレーバーのドリンクとかね、桜お菓子とか、コーヒーが私好きなんだけど、コーヒーショップに行ったら桜ブレンドとかいうコーヒーのブレンドも出てきます。桜ということをつけることによって日本人にとってはこの春の暖かい気持ちになったり、爽やかな気分になったりするから、よくそういうビジネスをしているスーパーの人とかはそういうのを販売したりしていると思います。皆さんの国では春はどんなシーズンですか？どんなイメージがありますか？寒いですか？それとも暖かいですか？ピクニックに行きたい気持ちになりますか？もしよかったらコメントで教えてね。あとは春といえば卒業式があります。卒業式というのは学校でその卒業、もうその学校はレベルアップするよっていう時にその学校にさよならすることを言うんだけど、第2ボタンを渡すっていう文化もあります。これは男の子の
制服で学ランっていうのを日本では着ている人が多いんだけど、2個目のボタン、これを2個目のボタンのことを第2ボタンと言います。これを好きな子に渡すという文化です。言葉ではなんとなく伝えるのが恥ずかしかったり伝えられない。こういうことからちょっと日本ってやっぱり恥ずかしさがある文化、恥の文化がやっぱりあるなと思いますよね。言葉で伝えるのが恥ずかしいから、物に、このボタンに思いを乗せて、好きだよっていう思いを乗せて渡すという文化もあります。私が中学生の時は、クラスに40人ぐらいクラスメートがいたんだけど、そのクラスメートのうちの何人だろうな、3人か4人は先輩にもらってました。面白い文化ですよね。私はちなみにもらいませんでした。皆さんの国でも卒業するときにこういう思いを乗せる文化、物に思いを乗せる文化ってありますか？もしよかったらシェアしてくださいね。はい。あとは春といえば何を思いつくか、何をイメージするかというと、新しい人間関係をイメージします。新しい人間関係です。4月になると入学式や入社式、新しいところに、新しい環境に飛び込むことが結構ありますよね。4月はとても緊張します。不安もあります。なぜなら、これまで過ごしていたコンフォート、快適なゾーンから抜けて、ちょっと不快を感じる、緊張を感じる環境に行かないといけないからです。日本では空気を読まないといけなかったり、あとは社交辞令とかね、あとはそうだな、そういう空気を読まなかったり読まないといけなかったりするので、友達や先輩、会社の人とその波長を合わせないといけない時があります。なので結構みんな緊張して、あと張り詰めています。そういうこともあって、ゴールデンウィークっていうのが5月に長い休みが日本では毎年あるんだけど、ゴールデンウィークを明けるとやる気がなくなってしまったり、もうこれ以上やりたくないなって思ったりね、する人が増えます。これを5月病と言います。5月病にかかる人がとても多いです。私の友達も大学1年生の時にゴールデンウィークが終わった後に、なんとなく体も体重が減って痩せて、無意識にね、意識的に痩せるんじゃなくて、この無意識の、あんまり意識してないけどストレスがかかっている状態だったと私にシェアしてくれました。そういう人はとても多いです、日本では。皆さんの国ではどうですか？新しい環境に行って頑張るときに、なんとなく、もうこれ以上頑張りたくないと思ったりすることありますか？私からそのシチュエーションにいる人に言いたいこととしては、それはあなたが頑張っているからもうやりたくないと思う気持ちは普通なことだと思います。もしそういう感情が出てきたら、そういうネガティブな感情が出てきたら、ぜひ自分自身で受け止めてほしいなと思います。自分はよく頑張ってるよね。こんなに緊張する中でよくやったよ。こんな感じで自分のことを受け入れてほしいなと思います。もちろん無理やりポジティブに切り替えることもあると思いますが、そうすると自分の感情がなんで僕のこと分かってくれないんだって言い出すこともあると思いますので、もしネガティブな気持ちを感じるなら、ぜひ自分の心の正直なネガティブな感情を
受け止めてほしいなと思います。方法としてはいろいろあると思います。瞑想をするとか、ジャーナリングをするとか、話を聞いてもらうっていうこともいいと思います。ぜひ皆さんに合った方法で自分のネガティブな気持ちを受け入れてほしいなと思います。そうすることでだんだん元気になってきてパワーが出てきます。もっと他のことにチャレンジしたくなったりすることもあります。ぜひ自分の心が回復するまで、エナジーが戻るまで自分の心と向き合ってほしいなと私は思います。で、最後に、私が春といえばどんなことを思いつくかというと、いちごです。私が住んでる福岡というところではいちごがとても有名です。いちごが福岡県の特産物です。特産物というのは有名なものという意味なんだけど、その中でもブランドがいろいろあります。いちごにもブランドがあります。有名なのは博多あまおうというブランドです。皆さんももし福岡に来ることがあるなら食べてみてほしいなと思います。スーパーに行ったらこの時期必ず売ってあると思います。東京にいても買うことができるかもしれません。あまおうってなんでこんな名前になったかというと、大きくて甘いという意味からあまおうという名前がつきました。ぜひ試してみてくださいね。はい。以上で日本の春についての、私の、シェアを終わっていきたいと思います。皆さん、今週はどんな1週間だったですか？私は少し不安なことを考える1週間もありました。なぜなら、このポッドキャスト、YouTube を定期的に週に2回更新するように決めたし、Spotify でも流すように決めたので、自分ができるかな、できなかったらどうしようと、ちょっと完璧主義に陥ってしまうこともあります。完璧主義というのは完璧じゃなきゃ嫌だと思うことです。ですが、私も自分の不安な感情を自分でしっかり受け止めて、これから新しいスタートを切っていきたいと思います。皆さんの中にも春だからこれを頑張りたい、あれをやりたいとか思っている人がいると思います。ぜひ皆さんの目標が達成されることをこちらから応援してますし、いつもこちらから皆さんの夢や日本語のこのリスニングのね、練習に役立てるようにこちらからいつも応援しています。皆さんの次の1週間もとてもハッピーで喜び、愛があふれる1週間となることをこちらから祈って、以上で、Japanese Podcast with Yon を終わっていきたいと思います。もし皆さんの中で夢がある人はぜひ言葉に出してみてください。そしてノートに書いてみてください。言葉にすることやノートに書くことでその夢にちょっとずつ近づくことができるパワーがみなぎると思います。ぜひ私のコメント欄でも皆さんの目標があったらシェアしてみてくださいね。そして、もし私に説明してほしい文化や私に話してほしいことなどがトピックがねあったら私のコメント欄でシェアしてみてくださいね。はい。では最後まで聞いてくれて本当にありがとう。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょうね。バイバーイ。